この動画を見れば機動戦士ガンダムジークアクスの全てが理解できます。機動戦士ガンダムジークアクスとは何だったのかというのを、突き詰めていくと、機動戦士ガンダムとは何だったのかっていうことが分かってくるんですね。それを今回皆さんにはお伝えしたい。そしてガンダムとは何だったのか、劇中のあの世界の中においてね、ガンダムとは一体何なのか、そういうこともね、ジークアクスを見ればきっと分かるはずです。アムロとは何だったのか、シャアとは何だったのか。シャアはね、キャスバル兄さんです。はい、これもね、ジークアクスを見ることによって間違いなく分かる時が来るはずだと僕は見ているんですね。多分ジークアクスのどこかで、シャアの正体がキャスバル兄さんであるっていう、ちょっとフルネームまでは僕存じ上げないんですけど、キャスバル兄さんだっていうことがね分かってくるはずなんです。誰かのお兄さんなんですよ。多分ね、なんかアムロ側のやつのお兄さん、僕ちょっとごめんなさい、ジークアクスの考察の話というか、ジークアクスとは一体何なのかっていう本当のその本質の抽象的な話をこれから僕しますので、具体的にそんなにね、第何話のどの場面で誰がどうなってとかっていうことをね、そんな細かいことには僕はこだわらない。今第何話までやってますか。最新話がちょっと分かんないんだけど、全部でワンクールとかだと思うから、12、3話のうちの今第何話か分かんないですけど、あえて僕言いますよ、見れてなくて、はい、見れてない上で解説します。最新話をじゃないですよ、ジークアクスを見れてなくてですね、あれなんですよ、ジークアクスってその前に映画がね、映画館で公開、IMAX とかでやってたんですよ。でそれがあってからのアニメ版でテレビシリーズが始まって、テレビシリーズの最初の方で映画の話をちょっと噛み砕いてやったりとかも、なんかツイッター見る限りなんかそんな新しいんだけど、その映画の方をね、僕映画館で見れてなくて映画館に行かなかったんですよね、ちょっと。だから G カックスはもう逆にノータッチだからこそ語れることって僕あると思ってるんです。この動画を見れば機動戦士ガンダム G クアックスの全てが理解できなくても平気になります、ね、なのでだからこその G クアックスの徹底的な考察っていうのを今日します。なんで映画館で見に行かなかったかという理由なんですよ。その時ちょっとまだ準備ができてなかったの。実はこんな偉そうに語ってるけど、その段階でガンダム関連、全くと言っていいほど本当知識がない状態だったから、もう機動戦士ガンダム見ようとね、ファーストをしっかり見てから G クアックス取り掛かろうっていうことで、でそのファーストちょっと見れてないんですけどそれはさすがにあれです。ガンダム自体の知識でいうとね、水星の魔女ってあったでしょ。あれを見れてないんですね。水星の魔女はちょっと見れてなくて、僕多分ね、世代的にね、新しいガンダムといっても水星の魔女の1個前のオルフェンズの方をちょっと全く見たことがないんですよ。だからこの動画を見れば機動戦士ガンダム G クアックスの全てが理解できなくても平気になります。本当はファースト機動戦士ガンダムを今途中まで見てるところです。途中まで見てるところなんで、なんかシャアと関係あるっぽい人はいる。なんかちょっと名前がなんか女性ですね。ちょっとごめんなさい、完全に失念しましたけれども、でも全然見てれば十分わかる。まだちょっとシャアがお兄さんっていうところまでは知らなくて、キャスバルとかっていう名前のところに関してはほら俺コナン見てるからコナンを見てれば機動戦士ガンダムとは一体何だったのかっていうのがね、大体は分かるんですよ。大体は分かる。ただ本当に全て知りたければやっぱ G クアックスを見ることで、ガンダムとは何かっていうこれまでのもう偉大なるサーガの全てが理解できます。はい。でどこまで話したかな。だからシャアの正体がまずキャスバルだっていうことだよね。でそのアムロとは一体何だったのかっていうのも、これも多分ね G クアックスを見ていく中でね、何か分かるんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんですか。出てきました G クアックスにアムロはまだ出てこないですか全く出てこない。なんか俺のG クアックスの知識って結構 G クアックスを見た人の感想とかをチラチラ見たりとか、ラジオとか聞いたりさ、なんか完全に深夜のバカ力で伊集院光さんが言ったことの受け売りなんだけど、なんか
アムロその序盤であっさりなんかモブみたいなモビルスーツに乗って死んでるって解釈できる場面があるらしいんだよね。なんか、その昔のアニメのファーストの中でアムロがやってた印象的な戦い方と同じ動きをしているモブキャラみたいなのがいたらしくて、でそれがあっさりなんかやられるみたいなのがあったんだって。でなんかね、なんか大砲を持ってぶん投げるみたいな戦い方ってラジオで言ってた気がしたんだけど、ちょっと俺は今ガンダム最初の方見てる限りちょっと分かんないや。なんかそういう場面あったのかな。なんか確かにアムロっていうのはその革新的な戦い方をしてるらしいって話は結構いろんなところで聞く。まだちょっと分かんない。革新的な戦い方も何もさ、その基本を知らないからさ、あれそれがよくできてるよね。なんかすごい変なとこから始まってさ、よく分かんないまま引き込まれてるから。まあだからガンダム面白いですよ、最初のガンダムねでもっとそれを先まで見てったりとか、あとそのなんかゼータガンダムとか00とかターン A とかね、よく知ってるよね俺一個も見たことない。ユニコーンとかね、シードとかさ、シードフリーダムとかさ、シードフリーダムってある？なんかあるよね。それこの前やった映画かなとか、なんか見てけばなんか、比べてアムロっていうのは特殊な存在だったんだなっていうのが後から分かってきたりするもんなんだろうと思うんですけれども、ちょっとまだそれは分かんないんでね。アムロとは何だったのかに関しては、だからじゃあもう決めつけにかかるね、答えを出しに行くね。ジークアックスにアムロ全く出てこず、なんだったらあっさりどっかでのたれ死んでんじゃねえかっていう解釈ができるんなら、そんな存在ってことだよね。それがすごいっていうやつで、もう僕から言えることは終わったつもりなんですけど本来ならモブキャラで終わるはずのなんでもないやつが主人公になっちゃうぐらいの、だからもう全部が奇跡みたいな物語だったっていうのが、まず機動戦士ガンダム第1作の答えにもなるよね。アムロとは何だったのかっていうのがジークアクスを見れば見えてくるはずだから、まあ、ただ見れば見えてくるっていう話ですよ。僕見てないんだからまだ分かんない。僕噂聞く限りですけど、でも結構なんかいろんなキャラ出てくるらしいですね。料理の担当の人は出てきてますか？ジークアクスはどうなんですか？僕はね今ねそこがちょうど佳境でね、塩が手に入るのかっていうところで、ね、ちょっと止まってて、ちょっと他にも見たいものあるからちょっと最近ガンダム見てないんですけど塩がね手に入らないって言いながら何話か引っ張るんですよね。一応今海が見つかって、で海が見つかったから塩どうなるかなと思ったら、なんかアムロが勝手にガンダムに乗ってどっかに逃げちゃって一人で大暴走してるからもうその話に移っちゃってね、塩なんてもう何が何だかってことになってるんですよ。でもそれはもしかしていいとこ気づいちゃったかもしれない。なんか地球の海で泳ぎたいって主人公が言ってるっていう話なんですよね、ジークアクスは。っていう話だから、主人公ね、俺ね多分ねこれジークアクスに考察っていうか、いわゆるその展開予想とか設定のなんか深読みでこうなんじゃないかって予想するっていう作業なんだけど、俺多分ねジークアクスはね、主人公がその地球の外のコロニーに住んでるところから始まると見たね。でもそれはアムロも同じか。それ普通のことか。じゃあいいや。あと見てりゃ第1話で分かることだろうし早く見たいな。でもここまで来ちゃったらね、全部昔のガンダム見てからにしようかなと思ってるんで、一生無理そうなんですけど、で主人公っていうのがね、これねマチュっていうのとニャーンみたいな、これふざけてないですよ。ガンダム見てない、ジークアクスまだ見てない人、僕ふざけてると思わないけど、全体ふざけてはいるんだけど、今言ってることは本当ですからね。でジークアクス見てる人はそうだよね、これ違ったらやばいよねニャーンかなワーンかな、多分ニャーンだった気がするんですけどね。で、マチュっていうのとニャーンっていうのに、多分マチュの方が主人公っぽい。なんかツイッター見る感じではなんかね、タイムラインスクロールしてる時に一瞬サイキクス置いたって思って戻ったらガンダムのやつだったっていうやつがあるんですよ。髪がピンク色で、ここにちょっとサイキクスのアンテナみたいになんか確かなってる、色が違うところがちょっとある人がいて、がニャーンなのかな。多分そっちがマチュでニャーンっていうのもなんかダブル主人公みたいな感じで、そのどっちかがなんか地球の海で泳ぎたいって言ってるらしいんですよね。だからそのどっちかが塩を見つけるんじゃないかな。でコロニーでしょ、主人公たちいるのコロニーってことは多分塩足りてないっていう可能性も。でもコロニーはどうなんだろうな。なんで昔のガンダムであれ塩ないんだろうな。ホワイト
ホワイトそのなんとかホワイトベースかホワイトベースで逃げ回ってる旅だから塩が手に入らないってことなのか、コロニーに定住してる間はさすがに塩なんか取れるシステムはあんのかね、ちょっとそこら辺もまだ見てる途中なんでいろいろ考察していかなきゃいけないなと思ってますけどね。だからでもなんだろうね、今回もやっぱり地球の海がどうのこうのっていう話が肝になってると思うので、やっぱりそれほど、塩って大事だからね。これもガンダムの外にも広がるような世界全体の本質の考察になるけど、じゃあここでテロップ出しましょうか。塩は大事、これがね全部の鍵になってきます多分、だから俺はなんとなくだけど機動戦士ガンダム最初の方を見てる限りはなんとなく主人公チームだし塩手に入るんだろうなって思いながら見てた。でその後どうなるかちょっとこれから楽しみにしてるところでして、でマチュも多分主人公なら塩手に入れると思うんだけど、どうやらねこれねなんか主人公2人体制になんかもう1人絡んでくるらしくて、でその三角関係みたいなのが面白くなってくるっていう噂なんですね。でそっからなんかちょっとこう闇落ちじゃないけど変な方向にちょっと仲違いとかっていうのもあるらしくて、だから本当に塩手に入れていいのかっていう、塩手に入れることが本当にその3人の関係にとってプラスになるのかっていうことですよね。最初の方の僕今これ喋り始めた最初の方に言ってたガンダムとは何なのか、アムロとは一体何だったのか、シャアとは何だったのか、シャアはキャスバル兄さんっていうのは知ってます、フルネームは知りませんみたいなところから、実はガンダム全く見たことないっていうのにだんだんネタバラしていくっていうあたりまでは何話すか決めてたんですよ。で塩は今本当にこれ喋ってて思い出したから、ちょっと塩からどうふざけ方を広げたらいいのかっていうのが、何も思いつかないですね。思いつかないままその人類全体の重要な考察の鍵になるんだみたいなのはちょっと風呂敷広げてみて、それはちょっといいこと言ったかなって俺思ってる。塩大事なのは本当だから、そこはもう本当にテロップつけてやろうと思ってるから、ついてたでしょ多分。本当につけようと思った。編集とかもしませんよ、テロップだけ頑張ってつけるだけなんで。塩の話はこれ以上やめるかなんかあんま広がんなそうだしねだからじゃあそのマチュとニャーンの関係がどうなるかぐらいの考察はしますか。確かなんかね、どっちか多分マチュがね本当の名前マチュじゃないんだよね多分なんか、ってことはシャアパターンでしょ。実はすごい人ってことなのかな。シャアの本当の名前のキャスバルっていうのはさ、それ何なの？キャスバルっていうのは何なの？でもなんかちょっと待って、これもう勘で予想するね。なんか本当は連邦地球のその本部の側の偉い人の子供とかかな。でなんかジオン軍の方に偽名使っているとかかな。でもだからって何なんだろうねだからって別にアムロとは普通に戦い続けるだろうしな。だから潜り込んでるっていうよりはその抗えないようなお家柄にいるのに自分の自由のために嘘ついてまで飛び出して潜り込むっていうか、そのジオンの中で上り詰めようとしてるのかっていう感じだとすると結構面白いかもしれないね。じゃあマッチュかニャーンかその本名がなんか別にある方もそのパターンでいくと、そもそもその今ジークアークスの主人公たちっていうのは何と戦ってるのいやでもあれだな、確かガンダムを最初にシャアが見つけちゃって赤く塗るところから始まってるはずだから、ジオンだね。多分2人ともジオンなんじゃないか。2人ともかは分かんないけど、どっちかジオンのやつがいて、じゃあそいつが名前隠してるやつだとするよ。だとするとでもジオンとして活動してるから、それで本当は地球の偉い人の子供ですってこともないか。じゃあ別にそこシャアと重ねる必要はないね。となるともう一つのシャアのアイデンティティですよね。敵方に妹がいる。これマチュは敵方に妹がいる。ちょっとこれ思いついちゃったんですけど、ニャーンと本格的に敵対するところになってから、実はニャーンはマチュの妹か弟かちょっと性別わかんないけど、その血がつながってるっていうのが明らかになるっていうのだったら面白いかな。
無理か面白いかどうか予想するにもちょっと材料が足りないな。でなんかあともう一人絡んでくるらしいしね。あとニュータイプっていうのがあるらしいじゃないですかまだニュータイプっていうのね、影も形も出てきてないんでね、どんなもんか全く知らないですけどね。なんかワンピース読んでて見聞色とかの覇気の話が出てくるときに結構ニュータイプ覚醒したとかどうのとかってなんか言う人いるから、なんか見聞色みたいな感じなんだろうなとは思ってる。あとはなんかパッと見のカラーリングサイキクソみたいな印象のやつがその特殊能力に使えるってことはやっぱ超能力者になっていって、じゃあ最終話はその自分の能力を捨てることができるようになったので、その前に能力があるうちにやっておかなきゃいけないことを何かに成し遂げるかな。そうなると塩を見つけるですよね、やっぱ最後にはねこの話はもうどこにもたどり着かないな。なんかもうちょっとこうそれらしいテーマを無理やりにでも見つけてしたかったのにな。アムロの話してたあたりまではちょっと俺調子よかったねジークアクスを見ることによってむしろその機動戦士ガンダムというアニメはそのもう1から10まで奇跡の連続の物語だったのであるっていうことが見えてくるっていうのはなんかあながちみたいなのが出たんじゃないかなと思うんですけど、確証ないですけどね。これボロカスがれるのかな。誰かに見つかったら大丈夫だわおおらかだろ多分ガンダムのファンの人は。知らねえけど、急のね、だからそのアムロってそれほどすごかったんだっていうのが浮き彫りになってくるんですよぐらいのことをガンダムとは何だったのかあたりに対しても言えたら喋り終わります。ガンダムとだからガンダムというモビルスーツは一体何だったのかっていうのは塩見つけきこれじゃ終われないなじゃあちょっと一回本格的に黙って考えます。編集はしません。そもそも機動戦士ガンダムにおいてのガンダムというモビルスーツの立ち位置みたいなのもよく分かってないしな。なんかすごいらしいけどね、本当に超特別でみんなびっくりしてるぐらいの性能らしいけど、でもやっぱアムロもすごいんだろうな。アムロが才能あるっていうのもあるので、そんな才能ある人でも本来だったらあっという間に死んでたはずの世界観なんですよっていうことがあったりして、で今ガンダムでは誰が乗ってんだろうね、ジークアクスではシャアが乗ってんのかな。シャアが乗りっぱなしってことはないか。なんかあと最近ジークアクスなんかシャア出てこないらしいね、あんま。どうなんだろうな。マチュかニャーンが乗ってんのかな。乗っててアムロの乗りこなし具合に比べるとどうなんだろうね。あんまだったりするのかな。やっぱアムロってすごかったってなってくるとかもあるのかな。だとすると機動戦士ジークアークスというのは機動戦士ガンダムもそうであるようにやっぱりその主人公になるべくしてなる人物、生き残るべくして生き残った人物っていうのがいて、でガンダムという超すごい機体に乗ってで乗ったはいいものの、今度はそれを超乗りこなすアムロ級にね超乗りこなす才能がある場合もあるけどそうじゃない場合もあってっていうのが肝になってくんじゃないかな。だからアムロに比べるとあんまりなんか上手に使いこなせないじゃない。でそこでなんか何人もいるし、こういうことするのは私の方が得意だけどこういうことするのは僕の方が得意だよみたいな、なんかそういうのがあったりして、アムロほどもうぴったり一人とこの一つのマシンみたいな噛み合い方するのは誰もいなくて、それなりにジークアクスという物語は決着はついて一応多分勝ちになってそこそこハッピーエンドみたいになるのかもしれないけど なるといいと思うな。でなったんだけど、でもアムロだったらもっとなっていう風にも見えるし、でアムロの方をまた昔の方を見返すとアムロって別に主人公になるべくしてなった
ど真ん中の主人公ではないもんな、それでいうと向こうの方がお家柄とかっていう条件揃ってるよなっていうふうに見えたりして、どっちもそれぞれハッピーエンドにはなってるけど、全然本来不完全なはずの、強引に偶然とかをたくさん拾いながら決着は一応ついた世界線、細い2つの糸があるだけで、その他に無数のうまくいってないのばっかりがあるはずなんですよっていうのが、これ一つの作品じゃ描けないことじゃないですか。パラレルで描くことによって両方補完されて見えてくるっていうことなんですよ。だからね、家庭で G カークスってこういう展開になったなっていうのは家庭で結構言ったけど、ね、ニャーンとかのお家柄が何でもなかったらどうしよう、どういう主人公なんでしょうね、分かんないけどっていうことだといいなと思いながら、これから、G カークスを見始める人もいるんだぞっていうことなんですよ。このぐらいの意識の低さでまだ旧ガンダム、ファーストとかを今更見てたりするようなやつでも全然楽しめてるんだぞっていうのを見ていただければね、本当に理解している人の姿とか SNS に見かけられちゃうじゃないですか。に比べると自分はいや楽しいつもりに見てるけど、どうせちゃんとは理解できてないしなっていうので、なんかテンション下がったりすることあるんですけども、俺を見てごらんよ、まだ見てないのに楽しめてるんだよ、だったらあなたなんてもうより意識の高い仕事の楽しみ方できてますよっていうねことを勇気づけられれば、僕は満足です。さようなら